ってるのはハーレー・ダビッドソンのスポーツスター1996年、が燃えまして、エンジン乗せ替えてビューエルの1999年 S1W っていうのが乗ってます。あとサイドバルブ WL1942 年、戦前のものですね。あとはまだ公開してないんですけど、もう一台スポーツスターを持ってます。1992年、今絶賛フルカスタム中っていうのと、あとはオフロードで遊ぶ用でクラブマンっていうホンダのね 250cc をちょっとトラッカー仕様みたいに改造したやつが一つと、あとはもうドノーマルのホンダ FTR223 合計5台あります。メインはまあ少なくともハーレーではあるんですけど、走る相手によって変えていこうかなっていう。あとは WL じゃスポーツスター軍団にはついていけないし、なんならショベルにもついていけないから、基本的にはやっぱスポーツスターですかね。色はかっこいい。くだらねえ、くだらねえ、くだらねえ。やばいね。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いだこれ。いただきます。いただきます。ありがとうございます。まず最初に出会った浩平から。浩平は、インスタグラムでお互いは知ってたんだけど、なぜかお互いフォローしなかったんですよ。そしたらその時にスポーツカー乗ってる新パパさんさんっていう人が、湾岸でなんか車種不問で走るランがあって、そこに浩平が来てて、でお互いヤマハのタンク積んでるし気にはなってるから話して、じゃあ今度走ろうよっつって、その翌日の朝から走り出したっていうのがきっかけなんだけど、彼のはブラッドスタイルの、フルカスタム XS6 版から今は7版になってて、なんか僕が思ってる XS ってカフェレーサーが多かったり、なんならチョッパーとかがイメージする XS6 版だったんだけども、その当時からそのダートな土の上走りそうなカスタムしてた。それがもうツボで、左出しのツインワンマフラーとかもそうだ。でもあいつイケメンだから最初ちょっと僕ムカついてました。なんだこいつイケメンでこんなかっこいいバイク乗ってみたいな。そんなのが、彼ですね。
もう一人次が仲良くなったのはユースケさん。当時はね、今はアイアンも古いスポーツターも持ってるんだけども、当時は4フォアしか持ってなかったんだけど、その4フォアが抜群にかっこよかった。で4フォアって結構オリジナルの形を残してカラーと、それを残したまま走るか、ヤン車にするかどっちかだと思ったんですけど、これ4フォアっていうぐらいの綺麗なカフェレーサーを作られてたっていう印象で、かつ4人でバーッと走っててユースケさんいねえなって思ったら、後ろから「うーん」って音がしてきて「うん」って行くんですよ。この野郎っつって、でまたそれ3人で追っかけて遊ぶっていうのがいつもの遊びです。もう一人が、正治さん。そう正治さんは BMW 乗ってる。当時 BMW ってほとんど見なかったんですよ。なんじゃこりゃと、こんなエンジンの BMW、 僕初めて多分知ったのかな、 BMW でああいう横にね水平っていうんですかね、出てるエンジン。最初は物珍しさだけだったんだけど、あのバイクね見れば見るほど味があって、どんどんかっこよく見えてくるんですよ。でなんかちょっとしたところにユーモアが隠れてて、マサルさんのシートの後ろの方には WASE SW かって書いてある。これ何なんですかっつって「We are 世田谷レッカーズだ」っつっておいおい We are って一人じゃねえかとっていうふざけたおじさんとかっこいいバイクです。トラブルはねもうないですね。燃えてからやっぱりあれ燃えて残ったのってフレームと前後のタイヤとフォークくらいなんですよ。他全部変えてるんで、信頼しているツインサイクルさんが、組んでくれたっていうのはエンジンは何も触ってないですけど、しっかりこう配線とかもやり直すことによって多分その今まで大体そうだな1年に 1,2 回はバッテリー上がってたし、コイルとかもすごいパンクしてたんだけど、そういうのが全くなくなったんで、もう本当に国産感覚でセル回しは乗れるみたいな感じで乗ってます。あれも2年前ですよね。2年前の9月違うな8月末かなに、竹蔵さんのおすばいさんと初めての撮影を しようとなった時に、初めてのつうか本来ならそこで全部終わるはずだったんですよね。なんだけど、始まって 2,3 時間経って、じゃあちょっと竹蔵さんが渋谷の僕エロ道って呼んでるんですけど、ラブホテルがいっぱいあるクラブの通りの一番下のところ、坂の一番下のところで、ちょっと発信シーンが撮りたいよとなって、で僕友達3人と合計4人で、そこでちょっと格好つけてですね、アイドリングさせて、じゃあ合図したら出てってみたいな感じで合図してもらって出てった。どうも調子が悪い。その日全然バイク調子良かったのになんか調子悪いなと。で気づかずバーって遡ってって、もう竹蔵さんも見えなくなったぐらいの時に後ろから友達が「矢野君燃えてるな」っつって「燃えてるってそんなわけないでしょ」ってバッて見たら、もうこっからねセパハンだからキャブ見えないんですけど、ここで燃えてるわけです、火が、キャブが。「あっ」つって「燃えてる」っつってでも今となっては経験してるから多分落ち着いて対処できるんだけど、その時は初めて燃えてるから、キャブがある、その上にガソリンがパンパンに詰まったタンクが入ってる、タンクがある、とりあえずこのまま立てとくのは良くないだろうと
思って、まあそれが一番良くなかったんだけど寝かしちゃった。そうするとまあ当然、タンクのねキャップのとことかから、ガソリンがちょっと漏れ出て、まあ、それに引火して結果全焼したという恥ずかしい話ですねこれは。だから原因としてはキャブの整備ミスで、僕がその時すごい速く走りたくて少しでも速くなんねえかなって自分でキャブいじってたんですね。まあ多分ちょっとしたもう少しのオーバーフローっていうんでしたっけ、ガソリンがちょっと漏れちゃうやつ、あれがあって、火がついて外側で火がついて、どうしようもなくなったということですね。うわ、あらららら。うわ、大丈夫。怪我はないですか？怪我ないです。マジで？はい、矢野さんの？はい。どう走ってたら普通にポコッと燃え出して、選手の方がしたんですか？そうです、僕ら仲間で。本当に、なんかエンジンかけた時点でもう火吹いてましたね。マジか。なんか終わりかなと思って。マジか。出荷したっていうけど、全くだから気づかなくて後ろから言われて、これ最初ジーンズが燃えてんだと思ったら、これその方が良かった。そりゃそうですよ。古いのに憧れてる人とかも結構いて、だけどもいるから、これから乗る人はある程度ちょっとそろそろちゃんと知っといた方がいいんじゃないかなとは個人的には思ったりね。だっていきなり火吹いたらどうしていいかそうですね、分かんないと思うから。火を吹いたら消火器を使います間違いないやつです。その時の状況をちょっと走ってて、さっきのバーッと火が出たっていうところからちょっと条件を思い出しながら、ちょっと火消すまでどういうプロセスがあった、どこに駆け込んでどうしたか、誰に協力してもらったのか、その辺ちょっと教えてもらっていいですか？了解です。いやもうここバッと火がついて、さっき言ったみたいにどうしても怖いから倒しちゃって、そしたらガソリンに火がついて、まあみるみるうちに燃えていくわけですよね。で、まあ、渋谷のど真ん中繁華街、まあ、そのキャッキャした繁華街じゃなくてちょっとダークな方の繁華街で燃えてるもんですから、場所でいうとクラブのウームの前ぐらいで、斜め向かいにローソンがあって、もうローソンあんじゃんと、燃えてるの消すの水でしょと思って、まあその時間何時ぐらいだったかな、10時ちょっと前ぐらいかな、夜の、結構混んでたんですねコンビニ。でもそんなことをお構いなしに、とりあえずペットボトル2リットルの水を持てるだけ持って「ごめんごめんごめん」と「これだけ買わしてくれ」と、とりあえず並んでたんですよ。並んでたけど、それ押しのけて「ちょっとバイク燃えてるから頼むから買わしてくれ」っつってで買って、やっても何にも効かなくて、むしろ本当は後から聞いたら危ないらしいんですけど、水はまあその分かんないから、とりあえずもうへっぴり腰でビャーってかけて、友達なんで怖いもんだから外の方から投げちゃって、ペットボトルを転がってるだけなんですよ、ペットボトルが。何それみたいなのを見てて、これはいかんと思ってもう一回ローソン戻ったら、店員さんが外国人さんだったんですね。で外国人さんに「ちょっと消火器わかるか」と「とりあえず燃えてるから消したい消火器」っつって、消火器がね分かったらしいんですよ。分かったけどどこにあるか分かんないっつって、ちょっとマジで出してくれ消火器をって言ってもらって、外出たら、まあクラブの前、隣はラブホ、ラブホクラブか、その、
4つから人が出てきてて「これ使って」なんつってクラブからクソコスプレした女の子が女の子消火器持ってきてくれてちょっと僕もデレッとして「ありがとう」みたいなそうでそれをまあ集めてでなぜかね友達さんに手伝ってくれなかったんですあんまり消火器パートは。でとりあえず、まあ、最初に預かったローソンのやつで、やりましたと。知ってます？消火器って3種類あるんですよ。そう僕がその最初に使ったやつは泡の消火器ビビビビビビビって出てくるやつ全然消えないです。何これと思っていやとりあえずあと4本あるからと思ってピャッてじゃあ次はさっきの泡なんだけどちょっと粉っぽいやつがファファファッと出てなんかちょっと効果ありそうだなでも全然消えてねえでパッて見たら次粉が出たんですよ。もうねファーッつってもうバイクがもう真っ白で見えなくなるぐらいファーッと出てその粉が多分きっと空気をシャットダウンすると思うんですよね。でそれで多分燃えようがない空気がないから燃えようがなく鎮火したと。でその直後ぐらいにめちゃくちゃでけえ消防車が7台集まってきてまあ全然その渋谷の裏の道なんで全部入ってこれないから3台は東急の本店前で待機してるっていう謎の事態。後で聞いてなんでこんなに来たんですかって言ったらやっぱりちょっと繁華街だからこれで爆発なんかするとやばいから来たと。っていう話なんかしてる時にはもう僕の後ろに CX さんフジテレビさんのなんだろうなあれ何班なんだろう分かんないけど、まあ、そういう多分ツイッターとかをパトロールしてる部隊がいて、まあ、報道関係で多分それ見た瞬間に来たんだろうけど、まあ、結局 CX さんしか来なかったけどめちゃくちゃ早くて本当に誰かがツイッター上げてたんです後から見たらめっちゃ上がってたじゃあそれは誰が上げたの？いやそれはもうその通行人の渋谷にいる人たちが上げてハーレー燃えてる藁じゃないけどまあね当時超コロナ禍で緊急事態宣言こそ出てなかったけどまあ夜遊びに出歩くなんていうのはナンセンスみたいな時に武藤さんが撮影するっていうから外出ててでもその時にね渋谷の繁華街でバイク燃えてりゃそれは僕だって写真も動画も撮りますよと気持ちは分かる別に責めないそうで、まあ、結局そのツイッター映像っていうのはフジテレビさんに売られててニュースでもしっかり使ってもらっててだからその人だけじゃないんですよね何人ぐらいだろうな 6,7 人上げてたその時どういう気持ちなのそういう要は炎上で、はい、例えばツイッター上で誰かがアップしました、まあそれは実際に物理的に炎上してます、でそれを見た人たちが、なんだこいつバカじゃねえのとか、でそういう炎上はなかった？いやきっとあったんじゃないですかね。見なかったの？見てない気にしないんでバイク燃えただけでしょっていうガソリン使ってんだから燃える時は燃えるよっていう全然見なかったですねそれは。強いというかあんまりじゃあ気にならなかった。そうですね。勝手にアップされたことを、多分気にする人って気にする、何言われてるんだろうって気にする人は気にすると思うんだけど、確かにあんまりじゃあその辺もあえて見ないようにしてたわけでもなく、そう見ないようにしたわけじゃなくて気にならなかった。むしろテレビの力の方が怖かったから来てた2人に対してねどういう放送しますみたいな話しててで一応僕オーナーなんですけどみたいな話で「放送やめてもらえないですかね?」って言ったら「いやそれはできません」みたいなそれ権利なんで報道の自由、表現の自由そうですでそれほっとくとやばいだろうなと思って、その後そうっすかっつってちょっとほっとくとやばいなと思いながら友達たちと話してたらトコ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 って「よかったらインタビュー取らせてもらえませんか?」みたいなすげえ無邪気に言ってきたんですよ。でこれチャンスだと弁解するチャンスだと思ってぜひといいでしょうと
でまあ受け答えこんなねインタビューをさせてもらって、それがバッチリ目覚ましテレビに出るという。だったらもう目覚ましは5時台に流れてるんです。しょっぱな流したらしいんですよ。大事件ですみたいな感じで。僕の中ではその SNS 動向より僕テレビちょっと関係している仕事をしてるじゃないですか。でどうしようとそれはどっかで、例えば会社に言われて、何かまあ始末書じゃないけど、とかあとはこの会社に勤めてる人ですみたいなのがバレると、まあ例えばいろいろね広告主とかもいるからそこら辺に飛び火しちゃうっていうところを恐れてた。そうですそうです。僕たちの業界ってすごい叩かれやすいんですよ。大したことをしなくても例えば痴漢とかだとまあ大したことですよ。大したことなんだけど痴漢とかでじゃあうちのなんていうかな業界の人が捕まるともう、まあ、メディアさんがね一緒にお仕事普段してるはずなのに普段お仕事してるはずなのにピッと返して「どこどこの何々が」みたいなことを書かれたりとかするから、まあ、それで会社に迷惑かけるのは嫌だし、まあ、その次が得先に迷惑かけるのが嫌だし、その次が、自分がクビになる可能性もあるなと思ったんですよ。こんな時代に何してんだみたいなのもあるんで、まあ、どうやって言おうかなと。でも結果燃えたって言うしかないですよね。目覚ましテレビ出ちゃってるし。そう建物に住んだことよかったよね。そうですね。はい。すいません。いい年していい年して渋谷のど真ん中でおまわりさんに謝る。消防の人もまあまあ切れてたよ。あ、切れてたんだあの時。全然分かんなかった。なんか僕がバイクの近くにいなきゃダメみたいで、ちょっと離れて友達と喋ってると「お兄さん来てこっち」みたいな。なんかキャブ指させられたよね。そう出荷元、出荷元取られたからこうやって小指さして俺犯罪でもしたのかなと。よくあるじゃん、捕まった後にさそう交流中に行くじゃん。あれだよね、まさにね。現場検証させられる。どこで火がついた、どこが燃える、細かく聞くんだ。見えないって言ってんのにここだから見えないんですよ。エンジンかけた時から火ついてたみたいなんですよ。ハーレーダビッドソン社相手に訴訟を起こしてみたらいいんですか。アメリカだし。ミスだ。俺らね、何かしてくれると思えないよね。もう原型ないからね。もうそれはヤマハって書いてヤマハって書いてヤマハに行ってみます。ヤマハに行ってみるよ。訴訟。この作りが悪いからこうやって。タンクだよっつって対象外じゃないかな、もう4、50年前のバイクだったら。もうそれ劣化ですね。なんとか直したわけじゃないですか。でそれが、まあ、フレームと、まあ、骨組み、そのフレーム以外はほぼ取っ替えたっていう感じ。そうです。それで一番大きく変わったところってその燃えた後にどの辺が変わってるんでしょう。一番大きく変わったのはエンジンですね。やっぱりどうせ燃えたんだから、まあ、その思い出ちょっといい思い出に変えたいんで、まあ僕ねスポーツスター買う時に2個悩んでたんですよ。あとドカティかビュエル。ビュエルっていうのはハーレー社のエンジンを使った、スポーツバイクなわけですけども、まあ、なぜだから速いのが好きなんでしょうね。で僕の周りって、まあ、インジェクションですんげえかっこいいやつらいっぱいいるんですけど、やっぱインジェクションってめちゃくちゃ速いんですよ。頭いいから負けたくねえっていうのがあるじゃないですか、男だから。でおしと、まあバイクじゃないエンジン丸焦げだし、消火器って錆びるらしいんですよね、すっごい。だからもうエンジン使えないなっつって、じゃあ次ビューエルいっちゃうかっつって、でその時の僕は何も考えてないからビューエル買ってきてとりあえず乗せて嬉しそうにしてましたけど、裏話で言うと車検がめっちゃ大変だったらしいです。要は型式っていうのか形式っていうのか分かんないけど、車検証に書いてある
形式型が違うんですね。同じエンジンなんだけどメーカーが違うから違うんですよ。でやっぱだから劇的に変わりましたね、エンジンは。やっぱ速くなった。きっと速くなっただろうとは思ってますけど、その時にいろいろ変えちゃったんで、キャブも燃えたキャブなんてもう捨てるしかねえっつってもう一個速そうなキャブに変えちゃってるし、だから高回転は間違いなくよく回るようになりました。ハーレーって大体5000回転ぐらいまでなのかな、スポーツスターってなんですけど、僕のは一応そのメーカーのリミットは確か7700とかまで回る。それでも国産から比べれば全然回らないんですけど、他のハーレースポーツカーよりは全然回る。本当にもうシュンってなんつって割と回るようになっその今の状態が回るようになったっていう得たものはあると思うんですけど、逆に失われたものっていうのは。失われたものはもうさっき武田さんが言ってたトルクですね。俗に言うハーレーらしい乗り心地。そもそもスポーツスター自体がハーレーらしいっていうとすごい反発くると思うんですよ。いや違うだろうと、スポーツスターは違うだろうと、ビッグツインのね、なんつうんだろうかな、よく言う三拍子みたいなものとか、ダガダッ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 つって止まりそうになってもダガダッつってそのフライホイールがぐるんと回す感じ、そこまでの重さはスポーツスターはないんだけども、それがねまた一段と軽くなったんですよ。もう別に三拍子に僕こだわりはないんだけども、なんていうのかな、良くも悪くも国産っぽい、なんていうかな、ダッ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 っていうスタートじゃなくてドランっていっちゃうんで、そうだから僕本来はダッ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 って走るのが好きだったから、あえてちょっと普段っていうか普通よりギア上げちゃうんですよね。そうすると当然そうっぽくはなるんだけども、エンジンに悪いわけですよ。だから最近は極力やめてるけど、気づいたら5速60キロぐらいで走っちゃってる時があってやめてますけど、壊したくないんで、それが失ったもんですね。ハーレーらしさ、ハーレーらしさ、ハーレーらしさ。今のはかっこいいですよね。現行だろうとフルかろうと。山さん的にはどういうのがかっこいいですか？オンリーワン。もうバーッとバイクがいっぱいあるミーティングの中でパッと見て、あいつだなとかあの人だとかって分かるバイクがやっぱりかっこいいと思ってて、それでいうとショベルとか多分不利だと思ってて、もうボバーチョッパーたまにカフェやり尽くされちゃってるんですよね。だからショベルで個性出すのってすごい大変だなって思いつつ、でやっぱりでも個性があるバイクが好き、一目見てすぐ分かるバイクだから、今日いる4人全員すぐ分かる、遠くからでも分かるさっきだって迷ってるマサルさん見つけて、あマサルさんだっつって
R80 です。乗ってるバイクはヤマハの XS650 っていうバイクで CB400F です。4コアですね。水も甘い。取って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 。待って待って。トイレバッグです。大丈夫。カメラマン待って。トイレバッグ。まあいいか。取る方にした。取られてた。取ってとか取られてた。火がどんどん上がってくる池。さっきと違って抜けちゃう。そうそう。この辺です。ここまで。はい。行きます。3、2、1。とってもらおう。変わる。9、8、行くの？いけた？電車。国産とか排気量とかに問わずで、かといってその有名ビルダーが作ったからいいとかそういうことでもなくて、例えばビラーゴ2班をめちゃめちゃかっこいいカフェレーサーにしてる人が埼玉にいるんですよ。
その人になんか普通に会いに行きましたもんね。一回会いたいっつってっていうオリジナリティ、そのバイクイコールその人、もっと嫌な言い方すると、例えばそのバイクを手放して誰かが買ったら、あれのバイクあの人のバイクだよねって一生言われるバイク乗ってる人が好きです。不人気車を自分が有名にしたらめっちゃかっこよくないですか何のバイクに乗りたいんじゃなくて、どんな形のバイクに乗りたいかを想像したら、別に車種は何でも多分よくて、満足度が高いものが作れるんじゃないかなと思いますと。だからそのさっきちょっとちらっと話した、これ使われるか分かんないけど、僕がかっこいいと思ってるそのビラーゴ2班をカフェスタイルにしたものとかってもう唯一のものだし、まあもちろんハーレーではないけど注目はバリバリ浴びるし、それこそどこに置いといてもあの人のバイクだって分かるし、そういうのを作ってもらえればいいかなと思うし、そういうのを親身に対応してくれるバイク屋さんと知り合うのが大事なんじゃないかなと思います。最初はグー、じゃんけんほい。嘘でしょ。一発？取ってた。取ってた。武蔵さんの